もう今日はこれを紹介したくて動画撮ってるようなもんだよってぐらいこれおすすめです。これはもうお布団かぶって出てきたみたいにあったかいです。はあ、いいですね。あったかい。こんにちは、くまみきです。もう最近本当に冷え込んできましたね。めちゃめちゃ寒いですよね。でもね、着物ってすごい中にいっぱい着込めるんで、あったかくしようと思ったら結構頑張れるんですよ。というわけで今日は着物を着る日の寒さ対策紹介やっていきたいと思います。結構いろいろあると思うんですけど、私がこんなことしてるよっていうのをね、ご紹介できればと思います。もうとにかく中に着込むって感じなんですけど、まずはこちらですね。定番のヒートテックとかババシャツとか、ババシャツって懐かしくないそういうので、私最近よく使ってるのが、これはユニクロですね。ユニクロの首がすごい広いタイプのガバーって開いてるタイプのもので、これすごいです。JU でもね、結構こうガバーって出てるやつ売ってるんで、そのあたりいいかなと思います。ただこのまま着ると袖がね、普通に見えてしまって、そうすると結構ダサいんですよ。なので私はいつも着たら袖をもうできる限り折り返します。肘ぐらいまで頑張ります。でも意外とこうやってさ、手上げたりした時見えちゃったりするから、それは要注意ですね。あとは私持ってないんですけど、アームウォーマーとかロング手袋っていうんですか、そういうのがあるといいかもしれません。私ね、なんかこれってのになかなか出会えないんですよね。なんかおしゃれな感じの欲しいですね。一番なんか寒いのって結局腕だと思うんですよ。足はさ、まあいっぱい履けばなんとかなるし、そんな見えるとかないんだけど、腕ってどうしても結構動くからこう見えちゃうんですよね。出ちゃうんですよね。だから寒くて、あとはこの首周りも寒いかな。だからこの辺もちょっと強化していきたいなっていうところではあるんですけれども、続いて下半身の方行こうかな。下半身の方もやっぱこういうヒートテックタイプのレギンスとか、そういうのがめちゃめちゃ役に立ちます。いつもこういうの履いちゃいますね。ただこれも見えたらダサいんですよ。足首からチラって見えた時がダサい。だからもう足元ブーツにするって決めちゃって、そんで靴下とかもね、この足先の方に履いて、もう完全に全部を隠すみたいにするときはこのままでもいいと思うんですけど、そうじゃないときはヒートテック上半身の方と同様ちょっと折り返します。で、見えないようにするんで、なかなか脱ぐとダサい展開になります。で、これはね、めっちゃあったかいんだけど、ここまであったかくなくてもいいけど、見えても大丈夫なやつあるんですよ。ちょっと商品名がわからないんですけど、こういうのがあって、これね、タイツみたいになってる。タイツもいいんだけど、ただ足袋履く時にさ、こう足の指のところ、ここがさ、どうしてもタイツだとダメじゃない？だから足元ブーツだったらタイツでもいいと思うんだけど、普通にもう草履とか足袋履きたいって時はこれ、ちょっと商品名わからないんですけど、このつま先のところをこう引っ掛けるようになってるものがあって、これすごい便利です。で、このちょっと見えそうなところはストッキングみたいに薄くなってるんですけど、途中からちょっと生地がね、こう分厚くなってるのわかるかな？こんな感じで切り替わってるんですよね。だから上の方は結構あったかくって、あとすごいのは多分足さばきがいいようになんだと思うんだけど、このお股のところ、すいませんね、失礼します。こう開いてて、すごいね、こう足が動かしやすいようになってるっていう、もう今日はこれを紹介したくて動画撮ってるようなもんだよってぐらいこれおすすめです。で、足袋なんですけど、私はだいたい普通の足袋2枚重ねして履いちゃうか、5本指ソックスの上に足袋を履くとか、あと私これを気に入ってるのがちょっとどこのか忘れちゃったんですけど、ベロア素材ですね。こういう足袋もあって、これ見た目的にもあったかくてすごくいいなって思ってます。もう1個買い足したい。他の色とかも欲しいですね。あとは持ってないんですけど、裏起毛のものとか、フリース素材のもの、この内側があったかい素材のものとかも結構出てるらしいので、ちょっとそういうのも今年買い足してみようかななんて思ってます。あと履物ですね。私はもう和洋折衷コーデが好きなので、結構ブーツ合わせちゃうこと多いんですけど、足袋履くときは靴下2枚重ねで我慢するか、おすすめがこちらです。着物バイなでしこさんで去年、一昨年ぐらいに購入しました。これサボみたいでしょ？内側にね、こう草履みたいに鼻緒のところがついてるんだけど、実際は指分かれないです。もうそのままスポンって履くの、スリッパみたいに。ほんとサボって感じなんだけど、これめちゃめちゃあったか
かいし楽だし、洋服にもね合わせられるんで結構便利なアイテムです。和の感じも崩さずにあったかくできるし、結構これいいんじゃないかな。ただちょっと厚みがあるんだけど、かかとのところはね、このなんていうの、生地っていうか守られてないので、ちょっとだけ歩きづらいかもしんないな、慣れるまで。私も結構最初の方こけてました歩く時はだから小股でちょん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 って丁寧に歩いてあげるといいと思います。でも本当にもうあれですね、私はブーツですね。ひたすらあったかくしたいので、はい、そんな感じで下半身の方は頑張っております。もうとにかく重ねられるもんは重ねて、だけどタイツとか結構普段だとお腹ぐらいまでいっちゃう時あるじゃないですか。そうすると腰紐のところであれってなっちゃうんで、腰紐より下になるようにいろいろね、中のものを履くように気をつけてます。じゃないとお手洗い行けなくなっちゃうんでそれだけ気をつけてます。あとはこういうポンチョですね。唯一ちゃんと着物用って感じで持ってんのこれだけかも。こちらは豆千代モダンさんで昔購入したんですけど、よいしょ、もうザ着物用って感じですよね。はい、こんな感じで袖通さないのでめちゃめちゃ動きやすいです。だけど防寒っていう観点で見るとちょっともう寒いかも。今の季節だと11月ぐらいまでだったらこれで頑張れたんですけど、こっから先だともうロング手袋とかしないとちょっと寒いですね。ちなみにここポケットあります。こうやって手突っ込んで歩いちゃう結構首がちゃんともう着物用で広く作ってあるので、こう詰まったりしないで着れるのが嬉しいですね。あとはですね、これもまあ薄いんですけど、最近購入したばかりの黄色さんのガウンですね。黄色さんはもともと和洋折衷なブランドさんで、結構着物にも洋服にも合わせられるよみたいなのを作ってるんで、私は安心して買うことができるんですけど、こんな感じでね、袖もこうやって広くなってるので結構楽です。膝下まですっぽりなのですごいこう隠れるから、帯失敗しちゃったとか今日着付けやばいかもみたいな時にこう隠して着いたら友達に直してもらうとかよくやります。羽織とかよくそれで頑張ってます。はい、閉めてもいいし前開けてもいいよね。こういうのもあります。で、私が一番愛用してるのが同じく黄色さんのこちらはもう完全にコート。これがマジであったかいしマジで派手。最近髪色落ち着いてるからちょうどバランスいいかも。ちょっと髪の毛ピンクの時にこれ着るとさ、もうすごいのよ、激しくて。あ、よくない？これと合うじゃない？はい、これはもうお布団かぶって出てきたみたいにあったかいです。これも和洋折衷でどっちも使えるようにできてるんで、こういう首のところしっかりこうやって下げられるし、前閉じてもねすごい高く切れていいですね。袖がこう広めになってるんで、袖もねしっかり入るの。着物のこのタパタパした袖も入るの。日本語出てこない。こんな一番あったかいやつ。これ結構派手なんですけど、もっと暗い色とかもあるので、ほんとこれおすすめなので見てみてください。でもね、私気づいちゃったの。もしかして結構家にある普通の洋服用のでもいけるんじゃないってことで、ちょっと家にあったやつ着てみるね。いや、最近ねもう一個なんか着物用のコートとか羽織とか欲しいなって思ってたんだけど、あれもしかして大丈夫な気がすると思って着てみたらね、ほらいけちゃったんだよね和洋折衷コーデ好きだったら全然ありじゃない？もうザ和風が良かったらちょっとあれかもしんないけど、私はこういうの全然ありだなと思って、ちょっと今度別の動画でいろいろ着てみようかななんて思ってます。家にあるコートひたすら着物に合わせてみようかなどうかな、需要があるか全くわからないんですけど、私がただやりたくてやる動画1本できそうな気がします。で、あとは本当に寒いのってこの首周りなんですけど、首周りもねまあいろいろ方法あります。ただ気をつけなきゃなっていうのは、お洋服の時と一緒なんですけど、こういうタイプのスヌード、これもうスポッてかぶって終わりなんですけど、これだと髪型崩れちゃうんでちょっとできないなと思って、スヌード使うんだったらこういうね、もともと広くて自分でこうやって巻くタイプ、こういうのだとね髪の毛崩さないでできるし、首元しっかりこうやって温められるし、いいですね、高い。こういうのとか、あとはもう普通にこう分かれてるっていうか輪っかじゃない、こうやって通すタイプ、通らない、よいしょ。こういうのとかねいいですね。楽ちん。コート着てマフラーしてってやったら結構あったかいと思います。だから私これからマフラーとか買い足す時もちょっ
とこういうスポじゃなくてぐるぐるってやったりとか、こうやってスポってやったりとか、髪型崩れないようなのをね今後買おうかなと思っています。もう上着とかも着物にも洋服にも合わせられそうなの買おうみたいな感じになってきました。いやほんと着物も好き、洋服も好きなんで、両方がそれぞれ増えていってやばいんですよね。なのでだんだんどっちも使えるようにっていう買い物を心がけるようにしているんですけれども、ちょっと話がそれたんですけれども、私の防寒はこんな感じでやっています。これからね年末年始で初詣で着物着る方とかもいるかなと思ったので、ちょっと動画にしてみました。もしこの動画見てる方でこういう方法でやってるよとか、このアイテムすごいいいよとかあったら、ぜひコメントの方で教えてください。というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。それでは最後に今日のリップとコーデ紹介です。リップがメイベリンシャインコンパルジョン C SRD85 です。で、着物が着物バイなでしこさんで、帯がウィングさんのアンティーク帯。半襟は自分で作ったものになります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。